皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Amazfit GTS4 mini を60日間使ってきましたが、その間に良かったこと、そしてやっぱりここが気になるなといった点をまとめてみましたのでお伝えしたいと思います。購入しましたのは発売日から少し時間が経っていましたけども、11月の頭から使ってきました。かれこれですね、もう60日、2ヶ月ほど経ってきまして、やっぱりここはいいな、そしてここはやっぱり気になるなといった点をまとめてみたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけで最初にですね、良かった点についてお伝えしたいと思いますが、それはですね、バッテリーの持ちがいいという点になります。これは改めて言うまでもありませんけども、バッテリー持ちに関して公式では2週間ほど謳っていますけども、AOD を使った場合と AOD を使わなかった場合では、その差っていうのは出ています。以前のレビューの方でお伝えしていますけども、常時点灯モードを使った場合のバッテリー持ち、だいたい1日あたり 17% ほどのバッテリー消費になっていました。で、その結果ですね、約6日間ということになりました。そして常時点灯モードをオフにした場合のバッテリー持ちになりますが、1日あたり 9% のバッテリー減になりまして、10日間強という感じですね。ですので11日間ほど私の場合にはなりますが、そういった日数になりました。普通に使う上ではもう全く申し分ありませんね。そろそろバッテリー切れるかなと思ってもね、また10何%残ってるってこともありますので、この辺はもう使っていて全く不満はありませんでした。そしてね、次の点になります。それは自動調光機能がやっぱり便利だといった点になります。自動調光モードっていうのは、こちらのコントロールパネルを開いて、この左下の部分にあるこの太陽マークの中に A って書いてあるところですね。これをタップしますと、今 MAX になっています。ちなみにこの青く A って書いてありますが、これオートの状態になっていまして、この今の明るさであれば MAX の状態まで持ってきているわけですね。ですので屋外でもこの状態が今最高輝度になっています。これちなみにですけども、ちょっと電気を両方消してみますね。はい、今消してみました。はい、自動でね、ここまで下が、すごいですね。こんな下がってきました。ですのでちゃんと自動調光が働いているってことがわかるのではないでしょうか。そして電気をつけてみたいと思います。半分上がりましたね。そして両方つけてみますと、はい。このようにね、MAX まで上がってくれました。というわけで、自動調光機能ついていると、屋外の明るさ、そして、このように、ね、明るい状況でかなり、ね、明るくしてくれるのと、そして暗い状況ではね、ちゃんと輝度を下げてくれるっていうことで、バッテリー消費の管理っていうのがすごくうまくいってると思います。これがついているかついてないかっていうとね、当然ついていてくれる方が助かりますね。特にワークアウトしている時に屋外でサングラス越しでこの画面を見たい時に、自動調光機能ついているとね、申し分なく見ることができますので、使い方にもよりますが、屋外と屋内の行き来する方にとっては、この価格のモデルの割にこういった機能ついてるっていうのは非常に嬉しい機能の一つになっています。ただですね、その自動調光に関しまして、さっきもお見せしましたように、ちょっとぎこちないところがあるんですね。スムーズに明るさを調整してくれるわけではありません。なんかクックという感じでね、何段階に分けて調整してくれるっていう感じになっています。高機能モデルになると、その辺はね、かなりスムーズに調整してくれる感じにはなっていると思います。そしてね、やっぱり使ってきて良かった点の次の点、それはですね、このサイドボタンになります。やっぱりこのサイドボタンはめちゃめちゃ便利になっていますね。というのはですね、このサイドボタンを長押しすることによって、今私はタイマーを割り当てているんですけども、好きな機能を割り当てることができます。つまりよく使う機能をここに長押しで呼び出すことができますので、例えばある方にとってはワークアウトかもしれませんし、ストップウォッチかもしれません。また天気の情報かもしれませんし、それぞれの使い方用途に合った機能を割り当てることによって、本当にね、素早くこのように画面出すことができますので、この辺はめちゃめちゃ便利だなと思います。当然ながら1回押しますとメニューになります。こういった感じになりますね。この辺はやっぱり物理的なサイドボタンついてるっていうのは、ないモードに対して操作の優位性っていうのをすごく感じます。これ改めてね、やっぱついているといいなっていうのは本当につくづく思いました。最後の点になります。これは GTS4 mini に関して限定されるものではありませんが、このですね、バンド交換がしやすくなっているという点になります。非常に入手しやすいバンドですね。市販のですね、こういったサードパーティー製の交換バンドに気軽に交換できるっていうのがめちゃめちゃいいなと思います。とはいえ、もう私個人的には穴開きのね、こういったちょっとナイキ風のバンドになりますが、これがめちゃめちゃ気に入っているので、ほとんどね、スマートウォッチ買ってもできるものに関してはこういったものに変えてしまっています。そして交換方法になりますけども、最近ですね、こういったクイックリリースタイプになっていまして、簡単に交換できるようになっています。ここに爪を引っ掛けて
こういう感じで外すことができます。反対側も同じですね。そしてはめるときはですね、この穴のところに片側をこうやって合わせて、爪でこうやって引いてあげて離すということで、こうしてね、簡単に装着することもできます。というわけでですね、非常に交換に関しましては入手しやすいバンドに交換できるといった点もちょっと付け加えておきたいと思いました。というわけで、ここまで良かった点についてお伝えしました。では後半はですね、60日間使ってきた上で、やっぱりここは気になったなという点についてお伝えしたいと思います。ではですね、まず一つ目になります。それはですね、最近気づいたんですけども、スマートアラーム機能がついているんですが、どうもあんまり動作してないような感じがしています。っていうのはですね、毎日最近は7時にセットしてあります。そしてスマートアラームってなってますね。見ていただきますと、スマートアラームがオンになっている状態になります。スマートアラームが起動した時の場面を撮影することはなかなか難しいんですけども、いつもですね、7時にセットしているんですけども、スマートアラームがいつも教えてくれるのが6時50分なんですね。つまり10分前に起こしてくれるっていうことがもうほぼ毎日のように起きています。もう本当に私自身が一番目覚めのいい状態が6時50分なのかもしれませんし、もしくはね、このモデルに関してはスマートアラームはセットした時間の10分前に起こすよっていうことになっているのかもしれませんね。そうしますとね、心拍数とか様々なデータをもとに起きやすい、目覚めやすいタイミングを見計らってスマートアラーム機能が起動するっていうわけではなくなってしまいますね。単なる10分前に前倒しして起こしてるっていうことになりますので、この辺はね、ちょっと微妙なんですが、気にはなっています。ですので皆さんね、もしお持ちの方であれば、何分ぐらい前に起こしてくれるのかっていうことをコメント欄で教えていただきますと、データが集まってくるんじゃないかなと思いますので、ご協力できる方はぜひコメント欄の方まで可能でしたらお願いいたします。そして次の点になりますね。AOD を起動している時にワークアウトを使った場合です。画面がずっと起動しっぱなしになるという点になります。今ですね、AOD をオフにしてある状態になりますけども、この状態でワークアウトをスタートしてみたいと思います。今、ワークアウトのウォーキングがスタートしました。そしてしばらくしますと画面が消灯されます。はい。これが AOD をオフにしてある状態であれば、ワークアウト中は画面も消えてくれます。ですので、バッテリーの消費っていうのは、いくらかでもね、抑えられるってことになります。しかしながらですね、AOD をオンにしてありますと、こうなります。はい。今 AOD がオンになっている状態になっています。この状態から先ほどと同じようにワークアウトをオンにしてみたいと思います。はい。画面はね、いくらか暗くはなりましたけども、この状態から AOD をオンにしてやると、画面が一切消えなくなります。常についた状態になりますので、当然 AOD をオンにしてやるっていう設定になるので、画面がついてるっていうのは致し方ないなと思いますけども、消えてくれないので、ウォーキングの場合に関しては、必ずしもずっとついてる必要っていうのはないのかなと思いました。ただですね、ランニングをされる方やサイクリングをされる方は、やっぱりね、常についていないとチラ見っていうのができませんので、その辺は AOD をオンにしてずっと点灯しっぱなしの方がいいのかなとは思いますね。ですので、その何のスポーツをするかによって、数秒で結構進んでしまうね、そういったランニングやサイクリングの方にとっては、ずっとつきっぱなしの方が転倒防止や事故防止っていうのには役立つと思いますが、ウォーキングに関しましては、必ずしもつきっぱなしでなくていいのかなと思いました。この点で画面を AOD を普段は使っているんですが、ワークアウト中はオフにするとかね、そういった機能が欲しいなと思いました。これはですね、GTR4 になりますと、この機能ついてるんですね。ですので、その辺はやっぱり高機能モデルとの住み分けになってしまうのかなというふうには思いました。この辺はですね、1万円台半ばのこの GTS4 mini、今後この機能も載せてきてほしいなというのは、次のモデルに期待することかなと思います。そして最後の気になった点になりますけども、その前にちょっと文字盤を書いてみました。それはですね、コントロールセンターを編集できないという点になります。それはですね、こういった点になります。上から下にスワイプしますと、このようにコントロールパネルが出てきますね。これコントロールセンターと言われているものになりますが、この画面を編集することは GTS4 mini はできませんでした。ここはちょっとね、残念な点になります。というのは、先ほどもお伝えしていますように、この高機能モデルの GTR4 とか、そういったモデルになりますと、ここをカスタマイズすることができますので、やっぱりこれ使い勝手がかなり違うなとは思いますね。例えば、個人的に言いますとね、このロックの部分とか、いらないなと思うんですよ。で、むしろこの画面をずっとつけてくれるこのいったモードや、ここの設定のマークありますね。これを
こちらの1枚目の方に持っていきたいなというふうには思います。で、この明るさ調整の自動調光のね、この機能は別に2ページでもいいのかなと思いますね。ずっとオンにしてあればほぼ触ることは今後ありませんので、この辺もできればね、ページの編集っていうのができるといいなと思いました。この辺のかゆいところに手が届くとより良くなってくるなっていうのは本当につくづく思います。はい。というわけでここまで60日間使ってきた中で良かった点、そして気になった点についてお伝えしました。改めてね、文字盤今戻しましたけども、この Apple Watch みたいなデザイン、なかなかいいですね。このスクエア型のデザインに似ているので、パッと見 Apple Watch っぽいなっていうのは感じます。様々な良かった点と、そして気になった点もありますけど、細々した点についてまた言いますとね、ちょっと時間がいくらあっても足りませんので、割愛させていただいております。とはいえですね、このモデル1万円半ばほどで購入したんですけど、2ヶ月間ほど使ってきて非常に満足していますね。GTR4 とかもありますが、そちらは高機能すぎちゃって個人的にはねオーバースペックだなというぐらいに感じました。こちらのモデルになりますと価格相応といった方がいいかもしれませんね。必要な機能はほぼ入っていますので本当に申し分ないなという感じになります。つまりコスパ最強っていうふうに思いました。ですのでまずね GPS モデルでスマートウォッチを欲しい、そしてこのスクエア型が欲しい、かつ1万円台で購入したいっていう方にとっては本当に1台目としては申し分ないかなと思いますし、もしくはですねスマートバンドを今使っている方、Xiaomi 系の方、ファーウェイバンドでもそうなんですが、ステップアップするモデルとしてもいいのかなと思います。これでも満足できない場合はさらに上位モデルってことにはなると思いますので、この辺はですねやっぱり使ってみないとわからないと思いますので、個人的にはかなりおすすめということでお伝えしておきたいと思いました。というわけでね、今後ももしかしたら使い続けていくかもしれませんし、こういったね動画を出していますと次にまた新しいウォッチをレビューするってことになりますので、一時的には腕から外して他のモデルを使用するってことにはなりますが、もしかしたらですね今年ずっとねまた使い続けるかもしれませんし、また改めて GTS4 mini 2とかね出てきましたらそちらの方も使ってみたいなと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。